こんにちは、きこです。お久しぶりの動画です。最近ちょっとね、忙しくて、なかなか動画が撮れなかった感じなんですけど、やっと落ち着いたので動画撮ってきます。最近ね、もうお客さんとか、いろんな人の話聞いてて、お金っていうところにやっぱ困る。私もやっぱり困ってきたし、今現在結構困ってる人とかもね、多いと思う。やっぱりお金って関わっていくことだから、それについて、どういうふうにすればさ、お金が回るようになるかとか、そういうのをお話ししていきたいなと思っています。お金ってさ、エネルギーなんだよね。うん。お金ってもう本当にエネルギーなんですね。これはね、しょうがない。エネルギーだからやっぱいっぱいあるんだけど、地球の中っていうのは、やっぱお金がさ、減るとか、なくなる、目の前に、例えば、お札があったとするとさ、紙だからね、ただの。紙が、使ったらなくなるとかさ、なんて言うんだろう、すごい価値があるような感じに、錯覚してるような感じなんだよね。そう。実は、なんていうのかな。お金っていうものがあることによって、そこの制限っていうのを体験してるんじゃないかなと思うんですよ。そう。だからすごい制限の中に入り込んでるっていうのが、多分、お金にお金のブロックがあったりね、お金っていうものが回らない原因っていうのかなっていう感じですから、大きな感じで見ていくと、それも体験したかったことだからね、いいんだけど、やっぱもうここのね、枠も外す時が来てるんじゃないかなと思うんですね。で、じゃあどうやってやればね、お金が回っていくかっていうと、まず、だから、お給料日制だとすると、お給料日の日にちとかさ、入ってくる金額の方に強く意識が向いてるんですね。そう。だからこれしか入ってこないっていうのがやっぱり思い込んでるんですよ。自分がね。そう、そこに強く意識が向いていると、そう、それが、なんて言うんだろう、今意識向いてることが現実になっていくから、お金っていうところに関して、そう、意識を自分がね、強く向けているところ、そう、不安だなと思ったら不安なところであったりとか、うん。パパはね、スクール行っちゃった。うん、パパしっぽ。そう。だから、自分自身が、やっぱお金っていうところに関して、あんまり意識を向けすぎないっていうのが大事ですね。うん。で、だから、大体だから、お給料日か、銀行の通帳の金額とか、今ある金額に対して意識が向いてて、そこの中でいろいろやろうとしてるようなところがありますから、そう、そこをやっぱりなんていうのかな、変えていくというか、そっちにあんまり意識を向けすぎないようにするっていうのが、いいんじゃないかな。お金を大きくした方に回したいんだったら、そのようにするといいと思うんですね。で、やっぱりね、お金、数字だから、数字が減っていくと、なんていうの、不安な波動が出るんですよね。うん。錯覚なんですけどね、これも。そう。別に減ってないんだけど、減ってるような感じするじゃん。数字が減ってく、やばい、みたいな。不安な気持ちが出てくるでしょ。そう。これもある意味、なんていうのかな、錯覚というか、不安な気持ちがさ、今出るってことは明日も未来も不安な現実が来るからね。そう。だからあんまりね、通帳とかも見すぎない方がいいってことですね。うん。あと、だからなんだろうな、あんまり増えるっていうところにばっかり意識向けない。最近ね、さっきも喋ってたんだけど、お金がね、減らないなって感じなんだよね。私も、さっき話してた方も、やっぱりね、お金減らないなっていう感じになってくると、減らないんですよ、本当に。あれ、使ってんのにあれみたいに。いくら細かくやっぱり計算したりすると、そう、やっぱりそっちの方に意識向くから、どうしてもなんていうのかな、減ってくっていうところに不安になっちゃうんだけど、そう、なるべくあんまり意識を向けすぎないっていうかね、っていうのが大事だと思います。で、じゃあね、お金をどういうふうに回していくかっていうところなんですけど、結構なんていうのかな、やっぱお金ってさ、なんていうの、三次元的なものでもあるんだよね。だから、スピリチュアル的に言うとエネルギーだから入ってくるんだけど、三次元的なものなわけだから、どうしても結構何をするのにもお金っていうのが関わってくるわけじゃない。
遊ぶ時とかもそうだし、だからどうしても不安な波動になりやすいものだと思うのね、少ないと。そうだからその三次元的な部分とそのスピリチュアルな部分っていうのかな、両方のねバランスが結構必要なんじゃないかなと思ってます。うん、だから私で言うとやっぱりこうなんていうのかな、やっぱ常にバランスはとってたよね。小さい子供ほら育ててたじゃん、まあ、今も育ててるけど、1歳と3歳の子がいた時に旦那さんがまあこうなんだよね、インドに行っちゃって別居してさ、自分でやっぱりフルタイムで働いて子育てしてる時もう命かかってんなみたいな感じでさ、まあ、必死にやってたけど、うん、だからなんて言うんだろう、そこでさやっぱりこう三次元的に言うと、まあ、スピリチュアル的に言うとさ波動整えてればいいって思うと思うんだけど、それプラスやっぱりそればっかりやってても私絶対波動が乱れたと思うんですよ。不安になると思うね。だからやっぱ働いてよかったと思うし、そこのバランスだよね。働かないでやっぱりお金っていうのは入ってくるようになるんだけど、スピリチュアル的に言うと、ただやっぱり不安な波動が出やすい、少ないとお金やっぱり数字に左右されてる気持ちとかね、やっぱり今までのものとかあるから出やすいと思うから、仕事を、まあ、全然してなかったり、別に仕事をしないっていうことは別にいいと思うのね。ただ不安な波動が出るようだったら少し働いた方がその不安な波動がバランス取れるんじゃないかなって思ってる感じね。でそのバランス取れてる、まあ、安定してるような波動を出してるとお金っていうのは回ってきますから、そうっていう感じですから、そこのバランスはね結構、なんていうのかな、3次元スピリチュアルになりすぎないようにした方がなんか早い段階で増えてくるのかなっていう感じがしますね。だからこうなんだろう、私も今すごくお金が大きくなってるんだけどね、動かすお金が。これはねやっぱ働いてもね、結構こうなんていうの、誰かからもらってなんとかっていうのよりもやっぱりなんか自分でやってみなかったから、自分で結構こう動いてる感じなんですね。好きで、まあ、この仕事もしてるし、他のなんか事業とかにもいろいろ投資したりもしてんだけど、なんだろう、その投資するお金とかっていうのもやっぱこう自分で稼いだり、まあ、旦那さん稼いだりね、他のとこでやったりするけど、なんて何にもしてないわけじゃないですね、やっぱり。ここが私はやっぱり例えば何もしない状態でスピリチュアル的に言って波動を整えてヤギ見てぼーっとしてお金が入ってくるっていうやり方ではやっぱ待てない感じだから、自分がやっぱ不安な波動が私は出るから、こういう感じで仕事をしながらバランス取りながらやる方が私には向いてるのかなって思うんですね。いろんな人がいると思うから、だから少しこうなんか現実的っていう言葉はあんま好きじゃないけど、三次元的なものだからお金だから三次元的にやっぱお金っていうもので不安が出やすいからってことだね。不安が出やすいから、もし不安な波動が出てる人はやっぱりそこのバランスを取るようにした方がいいんじゃないかなと思う。その方が、まあ、早い段階でそこから抜け出して、自分のお金が回るようになると思いますので、っていう感じですね。分かったかな。まあ、切っても切り離せないものだし、やっぱこう豊かさの象徴というかね、それだけじゃないんだけど、まあ、お金いいよね。私も大好きだし、なんだろう。ね、いろいろ自己価値とかなんかいろいろ言うじゃん。よくその辺もよくわかんないけど、そういうのもあんのかなと思うけど、一番だから今苦しい人がね、やった方がいいことはバランス取るってとこだと思いますね。不安な波動が今出してると、明日も明後日も不安な現実来ますよっていう感じだから、それだったらバランス取って少しどこかで働いたりとか、誰かに借りたりとか、して、なんかこうバランス、なんかこう気持ちの上で安定することによって、エネルギー的にこう、なんていうのかな、まあほらリラックスとかさ、安心してればハイヤーセルフなわけだからさ、そこからこういい方向に流れてくんだけど、やっぱり不安な気持ちを持ち続けてると現実としてはやっぱりずっとお金的には厳しい現実が続くんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしていただくといいんじゃないかなと思います。では今度はじゃあね、お金どうやって大きくするかとかね、そのあたりも今度話していきたいなと思っています。ではでは。